新しい年代、新しい技術のメディア技術になると、すごいなんかいろいろな新しい可能性が出てきます。例えばテレビですね。テレビも、テレビの前にあんまり別なとこ見えなくて、みんなの子は全然わかんない。今、多分日本から出ない人が多いですね。でも、イギリスでもそうですけども、でも日本から出なくても、パリのイメージもみんな持っているし、いろいろな国とか、いろいろな砂漠とか、イメージがある。それはテレビとかのおかげで、インターネットとかのおかげであります。その技術の前には、みんな、そのイメージはなかったんですね。ですから、そういうすごい情報、映像、イメージとか、すごいみんなの意識に置いてあります。でもそれは50、150年前からという感じですけど、今の状態は、こういう状態ですね。インターネットでみんなつながったり、地球がちっちゃくなった、ね。次の段階は、私の務め、今の務め、メディア技術について、次の段階は何だろうですね。インターネットの次は何だろう。で、その印刷機、電話、ラジオ、テレビ、インターネット。で、いつもその技術が出ると、みんな考え方、可能がすごい広がる。ですから、最近結構 VR とかの話とかが流行っていますけど、VR、今のみんな考えているのは、ゲームとか、ゲーム系とか使っていますけれども、インターネットより何が違いますか？インターネットより VR だと、その VR コンテンツとか、そのインターネットとかつながり、そのバーチャル世界に囲まれています。あと、自分の体がその世界に動いてありますね。で、いろいろイントラクションができたり、それがなんか違いの一つで、このメディア技術も可能が広がってきます。例えばこれ、みんな多分別なところに住んでいるけど、打ち合わせに綺麗な景色に囲まれて、綺麗などこにも打ち合わせができます。遠いですけれども、同じスペースにいる感じです。一緒な感じです。私がみんなこの世界にいる人と一緒にいる気がします。私、すごいそのバーチャル世界にいるような感じがあります。それが、インターネットより別な新しい可能で、その体もありますね。ですから、例えば手術とか医者の学校で手術とかが簡単に学べるようになる。で、多分ピアノを弾いている人がここにいるかもしれないですけど、それにも今最近ピアノを学ぶアプリを見たんです。すごい上手な人の手が目の前にあって、それをコピーしてすごい簡単にピアノを学べるようになります。いろいろな可能性があるけれど、それは今の状態ですけど、私は、次の状態、次の技術、次の段階でVR より次の段階は何だろうとか、何でしょうか。そういうなんかいろいろな考えがある
わかんないですけど、このイメージインターネットから撮っちゃったんですけれども、まあ、綺麗ですけども、なんか VR というよりもなんか新しい、なんだろう。ですから今の研究室の中で、例えば音楽のビジュアライゼーションのプログラムとか、前は趣味でした。でも、ちょっとだけ研究にも活かしています。ですから、このアプリを作ったんですけど、これ、音楽のビジュアライゼーションがリアルタイムになって、これを作ったんです。で、このアプリでマイクから取った音がビジュアライゼーションできる。これはiPhone と Android でも無料でダウンロードできますから、もし興味あれば、ぜひご覧ください。で、それより、もっとなんか VR の中でビジュアライゼーションが見える、自分の声とか音楽とかが見えるように結構楽しいかなって。でも楽しいというよりも、研究的な質問に対しても結構活かせると思います。例えば VR の中でなんか presence という表現があります。presence というのは、本当にその世界にいるような映像を見るだけじゃなくて、そのバーチャル世界にいるような気がすると、それが presence という表現ですけど、その presence に大切なのは、例えば頭を動いたら映像も動くとか、手が見えるともっと presence 感じる。もしなんか触れるとかなんか見えるバーチャルやつが触れると感じるともっと presence になります。presence という表現がある。で、ちょっと研究的には多分そのバーチャル世界の中で共感覚的なことがあればもっとプレゼンスができそうですね。できるかな。このゲームですけれど、このゲーム見たことある人がいますか？手を挙げて。見たことありますか？これは15年前発売されたゲームですけど、結構前ですけれども、最近は新しくVR、PlayStation VR になります。このゲームを作った人がこの人です。哲也水口さん。哲也水口先生。僕の研究室の教授の一人ですけど、彼はこのゲームを考えたんですけど、このゲームはこの共感覚、セネステージアという言葉も使われていますけれども、そのコンセプトに基づいているゲームになります。で、そのゲームの中ですごい本当にいるような感じがしますし、すごいいい感じ、気持ちいい感じもあります。で、研究的にもいろいろやってます。例えばこのセネスティシアスーツという技術です。これなんか反応やつ、なんかフラッシュをするとライトがになると、こういうだからこのライトになっちゃうんですけれども、この体に置いてある25個の振動子が体に置いてあって、で振動が体について、もしバーチャルリアリティの中で何かに触れると感じるようになります。で、彼がいろいろなゲームとかをやって、触れるイントラクションもあるし、あと触覚印みたいなイントラクションとか、いろいろなイントラクションを試しています。どうやってこの振動が使う
かなってという研究的な質問に対しての研究をやってますけれども、まあこれが私がこの説をまだ作らなかったんですけど、このコンテンツの VR のコンテンツの方を作りました。でこれが、アメリカにあるシーグラフという学会ですけれども、自分の技術、作った技術とか作ったアプリとかを提示する学会ですから、ビデオを見せます。聞こえますか？で、このビデオはその学会で提示しました。で、この VR の中で経験、今、人のなんか目の前のやつが見えるビデオで見えますけれども、これは基本的に VR で体験できます。で、結構なんかリアルという感じではないけれども、音楽に合わせている、音に合わせているビジュアライゼーションが出て、すごいなんかそのプレゼンスという表現が深く感じるようになります。で、例えばその箱にぶつかると振動も来たりするになります。この音は、日本人の作曲者と協力ことでした。いろいろなちょっとおかしい色とか怖い音とか。
結構これが結構芸術的に見えますけれども、いろいろな研究が入っています。例えばその音楽のビジュアライゼーションということとか、いろいろななんか精神的な精神実験とかに基づいているアプリ、あと振動とかに組んでます。例えばこのクリーチャーみたいなやつが自分の体に通したら振動も来たりするとか。じゃあと一番新しいのはこれなんですね。時間は大丈夫ですか？これはまあ同じようなアプリケーションですけども、ちょっと発展させて、で、サンダンス映画祭で提示しました。で、この音楽がイギリス人が作った音楽で、前